皆さん、こんにちは。漫画家の新本慎です。今回はですね、漫画やアニメっぽい体の描き方を説明していきたいと思います。まだね、ちょっと漫画っぽい絵が苦手だなっていう人も、この動画を見たら、きっと簡単に描けるように説明していきますので、どうぞ最後まで見てみてください。はい、ということで今からはこっちの画面で斉藤さんに絵の指導をしていきたいと思います。お願いします。では早速なんですけども、斉藤さんにはね、決めポーズをしている女の子の絵を描いてきてと今回頼んだので、そのイラストを見せてください。悩んで描いた絵が決めポーズ、こちらです。なるほど、ダブルピースだね。ダブルピース、ダブル S だからね。マスカットキャラクターみたいな感じで可愛いし、こういうタッチのイラストの人もいるから、見てる人にも言いたいけど、これ悪いわけじゃないっていうことだけ先に伝えといていい。これはこれで全然いい。でもさ、これで鬼滅の刃とか描けないじゃん。まあ、多分もしこれで鬼滅の刃を描きたいんだったらば、ちょっとこれが難しいから、ワンピースだったり、鬼滅の刃だったりとか、ナルトだったりとかのね、まあ、有名作品っぽい、頭身がもうちょっと高い作品の、キャラクターのじゃあ、絵が描けるように今回は勉強していきましょう。はい。ではまずちょっと今回は体の描き方なので、まあ体にちょっと焦点を絞って説明したいと思います。はい。まず今の斉藤さんの絵っていうのは、見ているところ 2.5 頭身ぐらいなんだよね。ちょうどね、頭身って何のことかなっていうと、頭の大きさなんだ。で、それが今ちょっと消しゴムが1個分ぐらいじゃないこれ。これが1個2個と半分ぐらいじゃないだから 2.5 頭身。ほー。ミニキャラってのは割とこういう頭身だったり、まあマスコットキャラクターとかもこういう頭身なんだよ。だけど、やっぱ漫画っぽいイラストになってくる。大体が5頭身から、まあ7頭身、8頭身になってくるんだよ。なので、まあ今回は7頭身ぐらいの絵を目指してみようか。へー。っていうことは、ここからでいくと、これが1としたらね、まあ、1、2、3、4、5、6。画面からも切れてるね。これぐらい長い。この顔に対してはこれぐらい長い。見えないじゃん。そう。切れてる。横向きにしてみよう。じゃあ。いくよ。1、2、3、4、5、6、7。だから、ちょっとこの髪の切れ端ぐらいまでの足の長さ。ここからさ、足そこまで伸ばしちゃダメなの？こっから。足を伸ばしちゃダメなんで。バランスよく伸ばしてほしいんで。っていうのをちょっと目指してみましょう。なるほど。まず頭をまあ、大きく取りすぎないっていうのが最初大事だと思うんだけど、この髪に出した後これぐらいでね。小顔か。取るじゃん。まあ、ここに先に足の最先端がこう来れば、まあ7頭身ぐらいなんだよね。足の付け根の位置っていうのをまあ大体このね、半分ぐらいに取るといいと思う。この半分ぐらい、ここら辺に。へー。こういう感じで足の付け根をね、位置をね、まあ取るといいと思う。人間の。はあ、真ん中のね。で、ここにまず胴体を描くでしょ。3頭身と3頭身の真ん中にここが大体まあ 1.1 ぐらいの気持ちで取るといいと思う。で、さらにこのお腹の半分のところに、肘の位置が来るつもりで描くといいと思う。このお腹の半分ぐらいのところに、これぐらい。足の付け根、わかる？のとこに手のひらが来るような気持ちで手のひらを置いてあげるといいと思う。で、この足もこの膝をこの真ん中ぐらいに、まあね、私が言ってるのってざっくりだから、本当に細かく考えるともっとあるんだよ、いろいろ細かいのが。でもやっぱ初心者の人はそんないきなりね、筋肉の勉強したりとか、骨格の勉強とか多分難しいと思うから、覚えらんない。なんとなくの位置だけまずは覚えよう。膝はこの足の半分ぐらいに大体ある。まあ気持ちいい、もっとスラッとした人が良ければ足気持ちいいこの膝下もちょっと長くしてもいいと思う。こんな感じで体の輪郭を取ってみる。まあもう一回おさらいすると、まあ大体この胴と足で、まあ上と下で1対1ぐらいを取る。で、このお腹の半分のところに肘が来る。ここね。で、足の半分ぐらいのところに膝が来る。で、ももの付け根、足の付け根ぐらいのところに手のひらが来る。この位置関係さえなんとなく覚えてくれれば。で、まあ頭の大きさが頭身になるから、例えばこれがもし4頭身の人にしたかった場合は、このバランスで頭をもっとでっかくすれば4頭身になる。このまま今はこの頭がこう1個、2個、3個、4個、5個、6個、なんか7頭身ぐらいじゃん。ここについてる頭を例えばだけど、これぐらいでっかくすると髪からはみ出るぐらい。そうすると1個、2個、3個で3頭身になる。なるほど。これぐらい、もしその人をこれぐらい大きくしたときね。そうすると3頭身のちょっとミニキャラっぽい感じになる。なるほどね。で、体もこんな細くはないかも。でも、こう分かる。位置的にはこの位置を守ってほしい。この顔をもっとギューッとちっちゃくするじゃん。こ
これぐらいにちょっとちっちゃくした時に手足をもっと長く取ると、今度がこれが8頭身とか9頭身になる。っていう感じで頭身を決める。まあ、この頭身っていうのはキャラクターによって違ったりとか、自分の絵柄によって違ったりするから、で、体型っていうのもその人の絵柄によって違うから、マッチョなね、キャラをいっぱい描く人もいれば、ガリガリのキャラをいっぱい描く人もいるし、それはお好みだから、私がこうした方がいい、これだっていうのは言えないんだけど、まあでも、このなんとなくの頭身の感覚はみんな覚えておいてもらうといいかなと思います。まずはちょっとこの感じで、今まあこれと置いてみたら斉藤さんの絵がどれだけこう頭が大きいかっていうのがわかると思うよね。やっぱあといきなり多分描くでしょ、斉藤さんペンで。いきなり描かない方がいいと思う。まずは失敗することが多い全身のイラストって。だからまずは鉛筆で下絵を取って、なんとなくこう形を取った後にペンを入れていくって方がいいと思う。あと一番先に言うときが難しいっていうのはね、このただ立ってる絵。あ、そう。この今みたいにこうただ立ってる絵がね、世の中一番難しいし、一番下手に見える。へー。本当にうまくちゃんと形が取れないと下手にしか見えないから、無理やりでもポーズを決めた方がいい。まあ、それで今回決めポーズを描いてくださいって言った。だから別にこのピースすることは全然問題ない。だってせっかくなら足にもちょっと動きをつけてほしいから、例えば女の子の方が男の子に比べてこうボンキュッポンみたいなのわかる？ちょっとこうくびれがあった柔らかい丸みがあるイメージで描いたし、こっちはちょっと男の子のイメージで描いたから。で、足とかも今こうただピンピンって立ってるけど、なんだったらもう無理やりでもこうちょっと膝を曲げさせて、もう、だからこれぐらいまでこうポージングをつけちゃう。はー。ちょっと変でもいいから。もう強引にこうポージングをちょっとつけちゃう。すごいな。ぐらいまで無理やりでもね、ちょっとやっちゃった方が、成り立ってる。濃く見えるの。だから、ちょっと難しいんだよね。初心者の人っていうのは割と難しいから無理はしないってなる。そうそう、棒立ちが一番楽だと思う。そうでしょ。でもね、棒立ちが一番なんかこう画力が目立ってしまったりするし、無理やりでもちょっとポージングをつけて方が、でも練習にもなるから。まずはちょっとポージングもよかったら足にも動きをつけてみて。ごまかしの技法みたいなね。ということで、これを踏まえてもう一回描いてみましょう。はい。今の話を踏まえて、私と斉藤さんでもう一回イラスト描きたいと思います。はい。斉藤さんは別にどんなポージングでもいいので、もう一回全身入ってる女の子の決めポーズっぽい女の子のイラストを描いてみてください。はい。私はさっき斉藤さんが描いてくれたこれを、まあ自分なりにもうちょっと描いてみたいと思います。はい。ということで、イラストを描けましたー。すごいよ。だって最初さ、これだよ。なんかさ、先生もう、あれ、デビューできるかも。デビューできますか、先生。それはまだちょっとわかんないけど。ちょっと足は骨折したけど。やっぱまだほら、服の描き方がまだ教えてないからね。でも、すごい成長だし、やっぱすごい、ちょっと鬼滅の刃に近づいたと思う。本当。まあ私の方はね、もうなんとなくこのあえてポージングで座ってみたらみたいなのとね、よりキャラらしさみたいなのを付け出したりしてみました。うますぎるでしょ。これでラフなざっくりした感じなんですけども。まあこんな感じになるので、ぜひ皆さんもね、ちょっと頭身をね、意識して描いてみてください。全然変わるね、でもね。そうでしょ？はい、ということで今回は、誰でもできる簡単な体の描き方でしたー。ということで、こっちゃん見て。この絵がね、最初描いた絵だったの。それがね、最後ね、こんな風になったの。どう？上手くなってる？ということで、こっちゃんからもお墨付きがもらいました。みんなもよかったら簡単なので、ぜひぜひ皆さん挑戦してみてください。一緒に上手くなろう。よし、みんなもこれからも上手くなっていきましょう。よろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンもよろしくお願いします。またコメント欄なので、こういうことやってほしいとか、こういうこと教えてほしいみたいなのがありましたら、お気軽にコメントしてください。それではまた他の動画でお会いしましょう。漫画家の新又慎と、アシスタントの斉藤と、なっちゃんでした。バイバーイ。バイバイ。